こんにちは、タラタラです。今回はマガイマガドのモーションを解説していきたいと思います。今回取り扱うモーションは以上のモーションです。できるだけ使ってくる技や予兆が似ているものをまとめて分類しました。それぞれのモーションと主に太刀でどういう風に対処しているかについて自分なりの考えを話していこうと思っています。良ければ気になるモーションだけでも見ていってください。一応現時点で200体ほど討伐して立ちトロで2分台を出せるほど研究したつもりなんですが、もし何か間違ってる情報や追記した方がいい情報などあれば気軽にコメントお願いします。それではどうぞ。まずは隙の少ない噛みつきです。予備動作が分かりやすいので基本的にはカウンターを狙っています。ただしこの攻撃の後の隙も少ないので次の攻撃には注意する必要があります。次はコロッと転がる攻撃です。この転がってる最中にのけぞらないダメージ判定があります。タッチなどの隙の少ないカウンター技を持っている武器は積極的にこの転がっているダメージ判定にカウンターを取りに行っています。転がり後は隙が少ないのですぐに次の攻撃に備えています。次はその場で突進してくる攻撃です。予備動作は特徴的で分かりやすいんですが、このように鬼火状態だと2回連続で突進してくることがあるので注意です。タッチでは基本的にすれ違い際にカウンターを狙っています。次はその場で火の玉を飛ばしてくる攻撃です。通常時は1個、鬼火中は複数個玉を飛ばしてきます。基本的に近づいて攻撃したいんですが、何回目かの弾で自分を狙ってくる場合があるので、できるだけ弾の発射地点を見て自分に飛んできたらカウンターなどで避けるようにしています。次は歩きながら火の玉を飛ばしてくるパターンです。マガドが悠長に歩き始めた後にタックルをしてこなかったら火の玉を飛ばしてきます。弾の数や対処法は先ほどとあまり変わりません。次は腕を大きく振りかぶって地面に叩きつけてくる技です。通常時は1回しか叩きつけてきませんが、鬼火をまとってくるときは2回連続で爆発を伴って叩きつけてくるので注意が必要です。ただしこのように虫に縛られているときは鬼火中でも1回しか叩きつけてきません。そして腕を叩きつけ終わった後には少し隙が生まれるので、その隙に大技を狙っています。そしてこれはタッチの小ネタですが、1回目の叩きつけに居合を合わせた場合は叩きつけた腕と逆の方向に居合バットをしてから後ろ方向に回避をするとそこそこ安定して避けられます。次は腕払いです。腕を地面につけた後にワンテンポ置いて横に投げ払ってきます。鬼火の時は爆発もつくので注意が必要です。地面についてからワンテンポ置くので少し我慢が必要な攻撃になりますが、基本的にはカウンターを合わせるように意識しています。次は2連続噛みつきです。先ほどの腕払いとかなり予備動作が似ていて見極めが難しい上に体全体に当たり判定があり、かなり強力な攻撃です。タッチの場合は1回目をカウンターして2回目が当たらない位置に逃げるようにしています。またこの攻撃が終わった後には隙があるので大技を当てるチャンスです。次は前方噛みつき攻撃です。突進しながら噛みついてきて上に打ち上げ、その後爆発で追撃してきます。もし噛みつかれて捕まってしまった場合は空中にいる状態でかけり虫で避けないといけません。基本的には捕まる前に噛みつきに対してカウンターをするのを意識しています。噛みつきさえ避けてしまえばその後の頭付近の爆発に気をつけつつ追撃が可能です。次は回転噛みつきです。先ほどと同じような噛みつきを周囲360度にやってきます。顔を地面につけたところから判定が出始め、その後は顔の周囲にかなりの攻撃判定があります。そして噛みつきを外した場合はこの後にこのように腕攻撃に派生してきます。タッチでは一番最初の噛みつきに対してカウンター技を合わせて、その後の腕に対して居合を待ち構えカウンター、そしてその後には少し隙があるので大技を当てるようにしています。次は尻尾振り攻撃です。マガドの尻尾の方向にいると稀にやってきます。なかなか見ないモーションですが、尻尾の振り上げにカウンターとか合わせるといいと思います。次は2連続の尻尾回転攻撃です。こちらは回転している頭と尻尾に判定があります。1、2回目の攻撃を見切りつつ懐に入って攻撃チャンスにしています。次は尻尾突き出し攻撃です。距離もかなり詰めてくるし横方向への誘導も強いので結構強力な攻撃です。また近い時は体自体にも判定があるので注意が必要です。ただ予備動作は分かりやすいので基本的にカウンターを狙うようにしています。次は尻尾ビーム攻撃です。尻尾をくるくると巻いた後にとてつもなく速い球を飛ばしてきます。
この弾を飛ばしてきた後は必ず威嚇をしてきます。太刀では兜割りが溜まっている時はビームを避けた後に兜割りで距離を詰める。そしてもし兜割りが溜まっていない時は居合抜刀鬼陣から納刀とかをして普通に詰めて攻撃をしています。次は尻尾を振り上げる攻撃です。尻尾を振り上げた後はこのように腕叩きつけに派生するか、空中でガスを噴出してそのまま空中から尻尾を叩きつける技に派生する場合があります。多くの場合ではこのガスを噴出して尻尾を叩きつけてくるので、基本的には尻尾の振り上げとその後の叩きつけどちらもカウンターするように意識しています。またこの空中からの尻尾の叩きつけの後は隙があるので大技を入れ込むチャンスです。次は地上で尻尾を叩きつけてくる攻撃です。この攻撃の後は尻尾が地面に突き刺さって攻撃チャンスになるので大技を決めに行っています。次は地上で尻尾を回転させてから尻尾を叩きつけてくる派生です。地上で回転してくる攻撃には吹っ飛ばし判定がないので、基本的には2回目の地上叩きつけに対してカウンターを狙っていきます。その後は先ほどと同様に大技を当てるチャンスになるので強気に攻撃しています。次は空中で尻尾を回転させてくる攻撃です。フィギュアスケート選手もびっくりするくらい綺麗に空中で2回転を決めて2回転目で攻撃を仕掛けてきます。当たり判定が難しいんですが基本的にカウンターを合わせるようにしています。そして次はそこから派生してくる叩きつけ攻撃です。こちらは派生としては先ほど紹介した地上の叩きつけ攻撃になります。この地上叩きつけはかなり発生が早いので1つ目のやつをカウンターしてしまうと次のカウンターが間に合わない可能性があるので、その時は素直に回避して避けるようにしています。そして最後には地上叩きつけと同様に大技を決めるチャンスがあります。次はその場で飛び上がって空中で尻尾を叩きつけてくる攻撃です。尻尾振り上げから派生した叩きつけと同様の攻撃になります。この攻撃はグッと溜めてから尻尾を振り下ろすまでが遅いのでかなり正確に見極める必要があります。また叩きつけた後は叩きつけた方向に頭を持っていくので攻撃チャンスになります。次はその尻尾叩きつけからの強烈な派生でこの後に前方への噛みつきに派生する場合があります。この場合は前方噛みつきの爆発後に威嚇が入ります。200体くらい借りましたがこの派生はあんまりしてこなかったので、一応頭の片隅に入れておくといいかなと思います。次はタックルとその派生です。1つ目はタックルから腕を叩きつけてくる派生です。この派生が正直一番多いと思います。このように悠長に歩いた後はタックルをしてくる可能性が高いと思います。そして腕叩きつけの後は普段と同様に攻撃を入れるチャンスになります。次はタックルから空中尻尾叩きつけ攻撃です。こちらも腕の叩きつけと同様にタックルの後にカウンターして待ち構えていれば十分カウンターが間に合います。そして最後は少し珍しい派生ですがこのタックルから突進をしてくる場合もありました。次はダッシュとその派生について紹介します。ダッシュは突然かけた後に火の玉を飛ばしつつ走り回ります。走り回って最後に電光石火をした後は何かしらの攻撃を仕掛けてきます。よく見るパターンはダッシュからこのような突き出しの攻撃です。突き出し自体は先ほど紹介した突き出しと変わらないので基本的にはダッシュした後の地点を見てからそちらの方向に居合を構えてカウンターをしてあげます。そして次はダッシュからの突進派生です。こちらは電光石火を挟まずにすぐに攻撃してくるので注意が必要です。この攻撃があるので飛ばしてくる火球に対してカウンターをしてもう一度居合をするという行動は後半ではできるだけしないようにしました。そして次はダッシュから地上尻尾叩きつけです。ダッシュから派生すると普段とは違って一番最後に威嚇が入ります。そして次はダッシュからの空中尻尾回転攻撃です。こちらもダッシュから派生した場合に限り普段とは違って一番最後に威嚇が入るので落ち着いて兜を狙いに行きます。次はダッシュからの周囲噛みつき技です。モーションが長いので倍速にしたんですがこの行動も普段と違って一番最後に威嚇が入ります。そしてダッシュからの派生の最後は前方噛みつき攻撃です。こちらもダッシュから派生した場合に限り終わった後に威嚇が入ります。次は空中に飛び上がって着地とともに爆発する攻撃です。この攻撃は着地の爆発時にかなり広範囲に攻撃判定があります。また着地した後はこのように威嚇してきます。
この攻撃は空中からの尻尾叩きつけ攻撃に予備動作が結構似ているんですが、飛んだ後のモーションが違うのでそこで見極めるようにしています。次はバックステップして粉塵を飛ばしてくる攻撃です。基本的に粉塵は内側に入り込めば当たらないので、まがいまがどの体方向に詰めるようにしています。ゲージが溜まっている時は兜割りを狙いに行くのもありです。次は周囲に粉塵をまき散らしてくる攻撃です。この攻撃も先ほどと同様に内側に潜り込みさえすれば爆発は当たりません。また粉塵に対してカウンターを合わせることも可能で、見切り切りはかなり安定します。そして慣れれば居合抜刀鬼人も当てられますが、隙が少ないので注意が必要です。次はバックステップからの小方向、そして爆発を伴う大方向です。この方向は最初の方向のひるみが小さかったら次に爆発をしてくるので、それに合わせて見切りなどでカウンターを合わせます。そして慣れてくると最初の小方向を読んでからカウンター、そして次の大方向に待ち構えてまたカウンターというのもできるようになります。これは経験と反射神経が必要になってくると思いますが、できるとかなり気持ちいいです。モーションの最後は大技です。バックステップした後に炎をまとい、粉塵をまき散らしながらレの字にタックル、そして最後は飛び上がって爆発突進をしてきます。終わった後は威嚇です。レの字に来るのが分かっているので、基本的に左に回りながら回避して、最後は緊急回避などで合わせると安定します。ここからは小ネタを紹介します。一つ目は兜割りのような鉄柱試技で鬼火を設置して相手をひるませる方法です。最初のひるみに限り1回の設置でダウンできるので、積極的に狙っていっていいと思います。次は頭や腕の鬼火まといを解除した後に必ず周辺への粉塵をしてくるということです。これを覚えておけば、例えば太刀だったら周辺粉塵に合わせて後ろ足に行ってゲージを回収しに行くというのが狙えてかなり便利です。最後は背中の鬼火解除でダウンをすることです。武器によっては背中を狙うのは難しいですが、太刀の場合はできるだけ兜で背中を狙うようにしています。最後までご視聴お疲れ様でした。これからも他のモンスターを納得するまで狩れたら、今回のようにモーションの解説の動画を上げようと思うので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。またマガイマガドをタチトロで2分56秒で捕獲した動画もまた別で上げているので、よければそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。